こんにちは、漫画アナリストのみやかです。今回は第1話のワンシーン目からインパクト大な青野くんに触りたいから死にたいを紹介します。青野くんに触りたいから死にたいは、ウェブで1話目が無料公開された時に、やばい新連載が始まったって話題になりました。私も急いで読みに行って、衝撃を受けたことを今でも覚えています。あの感覚は後にも先にもあの時だけなんじゃないかなっていうぐらい衝撃的でした。強烈な個性を感じられる異彩な漫画です。多くの人が絶賛しているこの漫画のポイントは、様々な要素が入り混じっていて、感情をかき乱されて底知れない怖さがあります。では紹介していきます。チキラ漫画アナリスト。青野くんに触りたいから死にたいは、椎名海先生がアフタヌーンで連載されている漫画です。主人公の女子高校生の優里は、隣のクラスの男子高校生青野くんに廊下で優しくしてもらったことをきっかけに、青野くんに恋をしちゃいます。この1話目のワンシーン目からインパクトあるので、ぜひ見てください。青野くんに恋をした優里でしたが、彼の世界に自分がいないことを知って、何とかして自分の存在をアピールしたいと考えて、いきなり告白します。驚いた青野くんでしたが、付き合ってみますかと返事をして、二人はなんと恋人になります。わーお。晴れて恋人となった二人は楽しくて幸せな日々を過ごしていくんですけど、付き合って2週間後に、青野くんは交通事故に遭い亡くなってしまいます。青野くんに二度と会えないと絶望する優里は死のうとするんですけど、優里の目の前になんと青野くんが幽霊となって現れたのです。君のそばにずっといるからという青野くんの言葉に生きる希望を取り戻した優里は、幽霊の青野くんともう一度幸せな日々を過ごしますが、ある日突然幽霊の青野くんに異変が起きます。あらすじだけだとそこまで意外性を感じないかもしれないんですけど、ところがどっこい1話の時点で読者の予想だにしない展開が待っています。1話を前後半に分けると、前半はシュールで少しギャグの入った物語なのかなと思わされるのですが、後半でその考えはぶちのめされます。ちなみに現在7巻まで発売されているんですけど、あの衝撃的な1話からこんな展開になるなんて誰が予想できたんって。読者は椎名海先生の手のひらの上で転がされて感情をかき乱されます。そして読めば読むほど漫画の世界に引き込まれていって、物語も絵もキャラクターもどんどん好きになっていきます。青野くんに触りたいから死にたいはホラーラブストーリーなんですけど、梅津和夫先生や伊藤潤二先生が生み出されたホラー漫画とは違う怖さなんですよ。急に背筋がゾッとするような恐怖に襲われるので、夜に読むと後悔します。私はホラー映画を一人で見れるレベルにはホラー耐性があるんですけど、それでも夜には読みたくないなって思いました。純愛、可愛さ、お色気、ギャグ、シュール、怖さ、こんなにも様々な要素が入っているのに、一つの作品としてしっかりまとまっているのが凄まじすぎます。物語が進むと、優里と青野くんの背景にあるそれぞれの家庭の恐ろしさなんかも描かれ出します。このホラーとは別の生きてる人間の恐ろしさが描かれているのも特徴です。心霊現象と人間の描写、どちらにも力が入れられていて、様々な登場人物たちが絡まっていく不気味な物語をたくさんの人に読んでもらいたいんですけど、ホラーが苦手な人には酷な漫画かなって思うので、そこだけは注意してください。青野くんに触りたいから死にたいはコミックデイズで1話と2話が無料で読めますので、チェックしてみてください。漫画アナリスト。はい、いかがでしたでしょうか。無料で読める1話と2話に枕と電柱のシーンがあるんですけど、このシーンがシュールすぎてめっ
ちゃ笑えるんですよ。でも、とっても切ないんです。もう何のことか意味がわからないと思うんですけど、見ていただいたらすぐにわかるので、もうぜひ見てください。今回はここまでです。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。次の動画もまた見てくださいね。チャオ